回は早速開封から始めちゃおう。オープン。なんやこれガチガチやん。はい、ということで今回紹介するのはこちら。ライラクスデザートイーグル CO2 を冷凍したものです。こいつほんま気の毒やな。温度はマイナス 10.4 度。常温の常識が通用しない。まさに死の世界の数値だね。この極限状態で果たしてこの巨体は火を吹くことができるのか。その進化を解剖していくよ。ということで改めて今回紹介する一品はこちら。ライラクスデザートイーグル 50AE CO2 モデル。基本スペックはこんな感じ。アフターサポートまで用意されてるんや。 CO2 系を扱う身としては非常に助かるよね。ただし正規ルートでの購入に限ると。まあアフターサポートの詳細については概要欄に URL を貼っとくからそこで確認してね。オーナー登録フォームから予備シリンダーアッセンブルの無料提供サービスとか受けれるらしい。改めて外箱から見ていこう。眩しい。この全体的にシルバーがかったカバー下品でいいね。下品とか言うな。ちょっと反射がうざいから外します。うざい言うても打てるやん。おおかっけえ。サイですか。中身は紙となんだこれ。よくある注意書きやろ。シリンダー交換手順書だって。ブローバックきつすぎて破損したりするのかな。これは初速が日本基準値内にある証明書みたいなやつだね。こういうのがあると初心者も安心やな。一体何度で計測したのか気になるね。うちのチャンネルみたいに氷点下ではやってないやろな。紙の他にはなんか謎のプラスチック工具と BB ローダーやろ。知らんけど。これが予備のシリンダーだね。アフターサポートとは別で一つは予備を付属してくれてんのか。至れり尽くせりやな。これなら検証中に壊れても安心だね。壊すな。あとはいつもの六角レンチ類だね。 CO2 ガスガン買うと毎回ついてくるから六角レンチには今後困らんな。はい、なんか押収品みたいな袋に入って本体とご対面。言い方。外観はこんな感じ。美しい。なんか汚ねえ。おそらく海外製品特有のオイルだかシリコンだかがひたひたになってるんでしょうので拭き取ったのがこちら。よかった。あのまま進行されたらさすがにブラウザバックしてたわ。そこまで改めて見てください。この迫力のあるボディ。今までのに比べると明らかに存在感があるな。でかすぎて草じゃないが。前回が最小クラスだったから余計にサイズでかく感じるんだけど、比較してみてや。こんな感じ。親子やん。何してん。見て遠近法。黙れよ。全体的な質感としてはポリマー素材でグリップのステッピング加工もしっかりされているね。スライド部分にはロゴがしっかり刻印されていて、ここも所有欲を満たしてくれるいいアクセントになってるね。銃口付近には大口径の証である 50AE の文字が刻まれてるね。反対側にはシリアルナンバーかな。多分公式サイトでオーナー登録をする際に必要になるので控えておいて損はないね。シリアル管理までされてるんか。これはさらに所有欲が満たされそうやな。サイトを覗くとこんな感じ。前回のグロックとか最近のカスタム銃と違ってサイトにポイントみたいなのはないんやな。まあ実銃が1983年発売だからね。そう見ると結構古い銃のカテゴリーに属するかな。グロックと同期なんや。個人的にこの銃に対してはマトリックスで出てきたのが一番印象に残ってるかな。うちはヨルムンガンドやな。いやー、このフロントのデザインもしびれるね。他のハンドガンにはあんまりない感じよな。スライド上部には若干レイルもどきみたいな溝があるけど、これは何か標準機が乗せれる感じですか。乗せれたとして覗いたら目つぶし食らうで。やばすぎでしょ。安全装置とかが安備なのは手が小さい族からすると助かるよね。このサイズで片方にしかなかったら不便やからな。これはおしゃだね。どこにもメーカーロゴと JASG のロゴがないなって思ってたけど、こんなところに隠してた。これはよう考えられとるで。ないとダメやけど、どうしてもこの手のロゴが視界に入るとこれはおもちゃですって主張されるもんな。これは大型銃の特権だね。この銃見たく安全装置の裏に隠せば法律上必要やけど、ノイズになるロゴが隠せて見栄えが良くなって一石二鳥や。これはリアル思考の人に特におすすめだね。そして気になるお値段はこちら。お高えよ。言うてまだまだ CO2 は新規格の高層製品だからなのか、いわゆるブランド量なのかわかんないけど、どうして CO2 って総じて高いんだろうね。メーカーによって理由は様々やろうけど、こいつに関しては明らかにこれやろ。これなら納得だね。ミリオタあるある。実銃メーカー正式ライセンスに弱い。てかデザートイーグルってイスラエルの IMI とかいう会社が作ってるイメージなんやけど。私も知らなかったんだけど、ウィキペディアによるとアメリカのマグナムリサーチ社が発案して IMI が製造してるって書いてあるね。だからアメリカ製のハンドガンでありイスラエル製のハンドガンでもあるって感じかな。調べてる時にちょっと面白いものを見つけたんだけど、今回のライラクス製のデザートイーグルはアメリカのマグナムリサーチ社公式ライセンス取得エアガンなんだけど、せやな。東京マルイからもデザートイーグルのガス風呂が出てて、そっちはなんとイスラエルの IMI 社正式ライセンス取得のエアガンなんだよね。ややこしい。実銃で見るとデザートイーグルって一つの銃としての認識になるけど、エアガンで見ると公式ライセンス取得先が違うから、ある意味では違うデザートイーグルって言えなくもないね。
これ何の話？はい、マガジンも見ていこう。マガジンもでけえな。てっきり大型マガジンだから、カートリッジは全部隠れると期待したけど、取り外しのことを考えてなのか。サイドに穴が開いてるね。まあやっぱカートリッジが見えてるかどうかで、かなり没入感は変わってくるか。どうしても嫌な人は、カートリッジを黒く塗装しよう。なんか不具合が起きてもうちは責任取りません。マガジンは注入バルブも排出バルブも分解ができないようにされてるね。ほな故障したらメーカーに送るしかないな。それか故障に備えて予備マガジンを買っておくしかないね。ということで用意しました。お前お座敷シューターのくせにこういうのはしっかり買うのな。お値段はこんな感じ。高えよ。銃本体と合わせて37,620円。長物電動ガン変えてくさ。笑えねえよ。まあ約4万円出す価値があるか、これから見ていこうよ。 CO2 って時点で半分くらい価値はありそうやけども。じゃあ手始めにいつも通り重量から見ていくよ。はいはい。銃本体のみで 693g。 まあまあそんなもんか。マガジンとカートリッジ込みで 1104g。 マガジンがほぼ銃と同じぐらいの重量あるのマジか。実質に長剣銃ってことだね。そうはならん。実際持った感じ本体だけだと気が抜けるくらいには軽くておもちゃって感じなんだけどね。おもちゃではある。大人のな。よし、ガスタンク装着。まあ今回は新品やし別に心配することもないやろ。はい、大丈夫。それじゃあ当チャンネル恒例行事。これはどうなるやろな。銃のサイズと騒音値はイコールになるんか。116.8 デシベル。116.8 デシベルは聴覚機能に障害をきたすコンバットマスターとほぼ同じな。騒音値はここらあたりが頭打ちかな。なんかそんな感じするな。結論、騒音値は銃のサイズとイコールではない。ただしハンドガンに限る。そのうち CO2 の長物で騒音値計測してみたいね。果たして変わるやろか。一つ気になったので急遽真検証。なんや。うちには今 CO2 ハンドガンがこの銃を合わせて3丁あるんだけど、せやな。結局どれが一番すごいブローバックを味わわせてくれんだって思って用意しました。懐かしい連中や。なるほどね。ブローバック体験の順位としてはこうかな。右から1位、2位、3位って感じだね。まあデザートイーグルは予想通りとしてコンバットマスターと M45 はカスタムの有無の差と見た。確かにそれもあるかもね。ただ撃っててもう一つ分かったことがあって、なんや。ブローバックのキレの良さで順位をつけるとこうなるんだよね。1位と3位が入れ替わる感じか。実際に見てほしいんだけど。こいつやばいな。 M45 はカスタムしてるしで、まああまり比較にならないとしてもコンバットマスターキレ良すぎ。それでいてブローバックもそんなにきつくないんか。そうだね。ブローバックのきつさはこの3丁の中で一番下だから、完全に実用性だけを求めるならコンバットマスター、ロマンを追い求めるならデザートイーグル、自分だけの個性を詰め込んだカスタムをして実用性も担保したい投稿主みたいなわがままさんは M45 がおすすめかな。そんな人はおらん。こうしてみると CO2 はマガジンが大型化したことによる恩恵みたいなのはあまりないかもね。フロンならタンク容量増加とか冷え耐性の強化とかの恩恵が得られるけど、 CO2 は現状うちのチャンネルではカートリッジが固定やからメーカーを変えてどれだけ変わるかやな。逆に言えばフロンガスと違ってサイズに対する差があまりないから、本当に自分が好きな銃で戦えるってことでもあるよね。本当は使いたいけどマガジン性能で普段使いを断念することとかあるもんな。はい、皆さんお待ちかね。待ってました。今回は常温もやるんだけど、公式サイト覗いてたらこんなコメントがあって、 CO2 も温めると吉。 CO2 の温度管理してあげるとブローバック体験劇的に変わるよ。自己責任だけど一度試してみてね。こんなんやるしかないでしょう。まあシリンダー壊れても3機1やるしな。待って、検証の準備のために弾を込めておこうと思ったんだけど、このマガジン弾込め大変じゃない？うわほんまや。よく見るマガジン底部の割れ目がないやん。つまり付属のローダーを使えってこと？せやろな。ライラクスさん、ちょっとこれ改善してほしいかもです。非常に弾込めがめんどくさい。長く使うとこの部分のパーツが壊れそうやな。はい、25度。冷やすのは冷凍庫としてどうやって温めたん？人間ってわけが一番熱交換効率がいいからね。この原稿を書いてる間挟んで温めてました。液もひどくない？回路とか使えばまだ温度上げれそうやな。温めすぎによるタンク破裂とか銃の損傷につながるかもしれないから、みんなはほどほどにね。大事な銃が壊れたらなえるでな。ほいほい。はい、グラフ。常温での平均初速は 76.14 メートル毎秒。ジュールに換算すると 0.58 ジュール。さすが CO2 やな。温めた効果なんかはわからんが数値叩き出してくれるわ。試算すると最大飛距離はホップ強めで45メートル。有効射程は最大38メートルって感じだね。でもこれ実際はブローバックが激しいからまともに狙えんのちゃう？筋トレで腕を鍛えればこのくらいのブローバックは抑え込めるでしょう。こいつをサブで使いたい人は筋トレせえ。多分夏場は腕もげるわ。もげねえだろ。はい、温度。もうこの程度の温度なら CO2 は安心して見てられるわ。でもスライドが大きい分動きが鈍くなったりとかはあるかもよ。確かに。ほいほい。
はいグラフ、4度での平均初速は 54.62 メートル毎秒、ジュール換算で 0.3 ジュール。まあこんなもんか。4度での飛散はこんな感じ。最大飛距離はホップ強めで35メートル。有効射程は最大29メートルだね。素晴らしい。冬での運用に限るなら、筋トレは必要なさそうやな。夏運用でもいらないと思うよ。ここでちょっとした問題発生。シリンダーいったか？いやシリンダーは大丈夫なんだけど、生ガスとかは吹かないんだけど、撃ってる途中マガジンから SOS が聞こえてきたんだよね。ほんまや徐々に抜けてってんな。音からしてガスルートパッキンから漏れてるから、急激に冷えたことによってパッキンが硬化して気密が維持できなくなったと推測。つまりパッキンが死にかけてると。シリコンスプレーで延命措置するけど、これは完全にこっちの過酷試験が原因だね。マガジンの個体差もありそうやな。はいというわけで銃本体ごと冷凍庫にぶち込んで一晩寝かせたのがこちら。言うてるそばから酷使されてて草。見てこの美しい霜、私が育てました。サイですか？表面温度マイナス10度。冷やしすぎ。てかこれ樹脂パーツ割れんのちゃう？低温で強度落ちとるところに CO2 の衝撃加わるんやろ？早く取り出したら最後時間との勝負だぞ。体温が伝わる前に急いで撃たなきゃ。話聞けや。霜が噛んでスライド閉じ切らない。撃つ以前の問題やん。ほら、頑張れ。いい子だから言うことを聞きなさい。スライド閉鎖確認。よし、発射。いや、普通に撃てて草。マジかよ、すげえな。しかもちゃんと球団できとるっぽいし。ホールドオープンは厳しそうだね。こんな状態のやつに多くを求めんなよ。弾速系が冷気で悲鳴を上げたのか、あるいはガス圧が不安定すぎたのか、数値が取れたのは4発だけだったけどね。十分やろ。はいグラフ、マイナス 10.4 度の平均初速は 43.30 メートル毎秒、ジュールに換算すると 0.19 ジュール。飛距離は初速で察してね。40金相当。結論、ライラックスのデザートイーグルは冷凍庫の中でも人を撃てる。どういう状況なん？はい次集団性。本日の条件はこちら。普段なら短いからあんま参考にならんけど、逆に今回はこの短さでブローバックの影響が集団性にどんだけ影響を与えるか見れそうやな。ブローバックがすごいとはいえ、実銃見たくマズルジャンプするわけじゃないからそこまで影響出ないと思いたいけどね。あうちー。映像に乱れがあったね。もっと大事に扱えや。距離が近いからかはわからんけど、ちょっと散らばってるな。まあ的には全部入ってるから実用面では問題ないかな。これがめんどくさいんだよな。文句言わんとはよせえよ。まず BB ローダーで BB ローダーに必要分の弾を入れるじゃん。ちゃんと数数えてんの性格出てるな。そっからマガジンに弾込めだからね。わかったって。くっせマジでこの BB ローダー使いづらいな。おもろ。マジで改善してほしい。切実で草。ということで今回はライラックスのデザートイーグルを紹介してみたよ。癖は強いけどやっぱおもろい銃やな。良くも悪くもロマンを買う銃って感じだったね。せやな。結論を長々と説明するのもあれだから今回はこんなものを用意しました。もう割とまともなチャートが出てきてないな。ところどころ書いてある内容がクソや。特にゴール。よかったら購入前の自己分析に使ってみてね。答えによってはジム契約させられんの意味わからんやろ。結論、ロマンはいいぞ。ただし卵目は要工夫検討。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。